砂利の滑走路、私初めてこんなところにおりました。難民キャンプって言ってももうなんかこれはもう街ですね、完全に。皆さんこんにちは。ピースウィンズの近藤です。現在私がいるのは赤道直下の国ケニアです。いやー暑いです。なんていうかこう日差しがじりじり肌を焼く感じがやっぱり全然違いますね、日本とは。実はですね、このケニア、今ピースウィンズが世界中で行っている事業地の中で最大規模の事業地です。今回はですね、皆さんにそんなこのケニアで今スタッフがどのようにこの難民への支援を行ってきたのか、そして今この難民がどのような状況に置かれているのかというのを、この今支援が行っている最前線をお伝えできたらなというふうに思います。これまでピースウィンズが事業を行ったのは38の国と地域。ケニアも10年以上続く事業地ですが、私も現地に行くのは初めてです。いいですよね。なんか毎回来るたびにこうちょっとワクワクするんですけど。ケニアがあるのは東アフリカ。まず目指すのはアフリカの玄関口エチオピアです。トランジットまでそんな時間ないんで急いで行きます。エチオピアで飛行機を乗り換え、ケニアの首都ナイロビへ。編集だとあっという間ですが、家を出てからこの時点ですでに24時間以上かかっています。ナイロビの空港に到着しました。ドライバーさんも待ってくれてますね。出てきたところ取り逃しちゃったんですけど、もう空港すぐのところにシマウマがいるんですね。野良犬みたいな感覚で今歩いてたんでびっくりしました。フェンスを挟んですぐのところにはそうやって野生動物がいるみたいですね。野生動物のいる地区はあるわ。大きなスラム街もあるわ。なんか街の中に入ってくると日本でも見ないような奇抜のデザインの建物が立ち並んでいたりして、ちょっと圧倒されますね。ナイロビの発展に目を奪われますが、事業地があるのはまだまだ先です。皆さんおはようございます。朝の4時半回ったところで出発したんですけれども、これからはですね、このナイロビからさらに北部にある、難民キャンプが集中しているカクマと呼ばれる町まで行きます。飛行機移動も2日目に突入です。ここからは機体もぐっと小さくなります。今後ろに見える多分皆さんあんまり見慣れないこの白い機体、これはですね、運ハスといって、国連人道支援航空サービス、国連 WFP が運営しているこの人道支援団体のための航空サービスなんですね。一般の旅行客は乗れない飛行機です。周りにいるのは人道支援団体のスタッフばかり。難民の暮らす地域まであと少しです。私たちを待っていたのは、飛行場と呼んでいいのかも戸惑うような一直線の砂の道。半ば強引に飛行機を下ろします。カクマに到着しました。アスファルトでも何でもない砂利の滑走路、私初めてこんなところにおりました。やっぱり少し暑くなってますね。本当に飛行場のすぐ脇にはもう街が広がっているような状態です。ここがピースの事業地、ケニア北西部のカクマです。およそ27万人の難民が暮らすこの地域は、高温で乾燥が激しく、国内屈指の厳しい環境下にあります。Kakuma town. Like midtown? Yeah. I don't know. You know, you cannot compare with Japan. But this is our town. In the center, yeah. You can just go to the center. この日、ケニアは祝日でしたが、
ピースウィンズのケニア人スタッフが何名か出勤しており、そのまま難民キャンプまで連れて行ってもらえることになりました。 The village far away from Kakuma is village 1. So village 1, village 2, village 3, and each village is also separated by a seasonal river. 日本を出発して丸2日以上、ようやく難民キャンプの全貌が見れると意気込んだ矢先、今はちょうど寒気と雨季の合間。時折角間も大雨が襲います。突然の大雨に道を阻まれ、なかなか難民キャンプの中に入れません。This is village 1 going to village 2. Okay. Are you sure you can? I mean, no risk. Don't take any risk. This is small water. You sure? This is small water, but turudi tu. Kama watu wanapita, tunaweza pita. Ingekuwa ni sisi tungeanza kwa sasa. 道を寸断された私たちはこの日町へと引き返さざるを得ませんでした。しかしこれが難民支援の現実。発展を続ける都市部とは裏腹に、難民キャンプの中には今も雨が降れば入ることすら難しくなるような場所が残されています。これより私たちはシリーズでケニア難民支援の現実を皆様にお届けしていきます。報道されない世界の裏側で今なお取り残されている難民のため、私たちにできることは何か。支援の最前線から一緒に考えるきっかけを見つけていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんの応援が力になります。チャンネル登録よろしくお願いします。